はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。改めて内臓の紹介してほしいという声が多いので、今回は通好みのマニアックな部位、フワをご紹介します。結構好きな人と苦手な人が二極化する部位です。そんなフワの魅力を今日は教えちゃいます。それでは早速やっていきましょう。こちらが今日ご紹介するフワです。豚の肺です。牛も同じく肺のことはフワと呼びます。他にも、フク、プップギ、ヤオギモ、バサなど、地域やお店によっても様々な呼び方があります。見た目の大きさよりもかなり軽いです。この今手に持っているのが片方の肺で、2個で1等分の肺です。触った感じはマシュマロのような柔らかい弾力で、食べた時もマシュマロのようなスポンジのような感じがあります。この白っぽい部分が気管につながる部分です。この先は肺の中に細い気管支が広がっています。以前、つなぎを仕込む動画で気管と肺がつながった状態も見せているので、よかったらご覧ください。最近 YouTube 先生が厳しくて、つなぎとかは今やったら NG になるかもしれません。つなぎのリメイクも機会があればまたやりたいです。あまり焼肉屋とかでも見かけることはないですよね。完全にこれは自分の好みですが、フワに関しては焼くより煮込んだ方が美味しいです。今日は焼きと煮込みでフワを食べてみましょう。うちのスタッフもフワは好きって人と苦手って人が結構分かれます。脂が乗っていて美味しいとか食感がいいとかではないので、正直魅力って魅力はないんですよね。この他のお肉にはない食感と味が唯一無二で、それこそがフワの魅力かもしれません。ただ好きな人は本当に好きなので、めちゃくちゃハマる人もいます。まだ食べたことがない人は一度挑戦してみるのもいいかもしれません。それにしても鮮度抜群のフワですね。臭みなどはなく張り艶がいいです。それではカットしていきます。カットすると断面はこんな感じです。中の白っぽい管は気管と同じで軟骨質のコリコリした食感です。お店によっては周りの皮を剥いたり気管支を取ったりするところもあるみたいですが、このコリコリした食感も残した方が美味しいと思うので特に処理はしません。皮も薄いので特に気になりません。気管の大きさだけ注意しながらカットします。太めの場所は短くなるようにカットすると食べやすいです。カットできたら焼き用の味付けをします。ボウルにフワを入れて、おろしニンニク、ごま油、塩、ブラックペッパーを入れてよく混ぜ合わせます。お皿に盛り付けて完成です。次に沸騰したお湯でフワを茹でます。自分の今までの経験の中での感覚ですが、食材の中で一番アクが出ます。アクを取りながら煮込みます。一度お湯を捨てて、さっと流水で洗って、再度新しいお湯で煮込みます。また同じくアクを取りながら煮込んでお湯を捨てます。次に鍋に水、フワ、生姜、砂糖、みりん、酒を加えて煮込んでいきます。醤油を加え、味噌を溶かして水気がなくなるまで煮込んでいきます。器に盛り付けて薬味をかけて完成です。早速食べてみましょう。いただきます。今日はメルシャンのグレープフルーツのシードルを飲んでみましょう。以前このシリーズのリンゴは飲んだので、今日はグレープフルーツです。シードルとはリンゴのスパークリングワインのことなので、グレープフルーツのシードルってってなりますよね。実は世界には梨やラズベリーのシードルなどもあるそうです。飲んでみるとグレープフルーツっぽさはありますが、後味はシードルやスパークリングワインを飲んだ時のような酸味を感じます。炭酸は弱めなので喉が渇いている時にぴったりです。甘さも控えめなので食事に合わせて飲むのもいいかもしれません。それではフワの煮込みから食べてみましょう。これが正解です。しっかりと味が染み込んでいて、少し濃いめの味付けがフワのアクっぽさを消していて食べやすいです。食感は煮込むことで身が締まり、軟骨のようなコリコリした食感と弾力のある食感を楽しむことができます。味噌とフワ合いますね。次は焼きで食べてみましょう。焼くと中から泡が出てきます。これがアクの正体ですかね。焼けたので食べてみましょう。煮込みとはまた違ったマシュマロのような空気を含んだ不思議な食感です。味はサザエの肝とかを食べているような感じもします。焼いた椎茸のような食感というか、これは実際みんなに食べてほしいですね。やっぱり焼きより煮込んだ方が味が染みていて自分は好きです。他にフワの美味しい食べ方とかあればぜひ教えてください。今日も美味しかったです。
ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ふはいかがでしたか？ぜひお店とかで見つけたらチャレンジしてみてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。